今日は東京スカイツリーに来ています。世界一の高さを誇る電波塔、建築物の高さとしては世界第3位。2層の展望台からパノラマの大東京を楽しんで、お隣浅草には寄らず、ツリーのご近所を歩いてみました。期待していた隅田川ビューは諸事情により封鎖。素敵な神社は撮影禁止。想定外のこと連発でしたが、なかなか味のある街歩きになりました。正直、真夏日のお散歩はおすすめしませんが、その中でもぜひ訪れてほしい場所も紹介しますので、最後までお楽しみください。それでは、スタート。東京スカイツリーです。高いです。もう画面に入りきらない。スカイツリーができてからもう10年以上経ちますが、近いがゆえにいつでも行けると足が遠のく現象で、展望台に上がるのは今日が初めてです。チケットはネットで購入済み。夏休み直前なら少し空いているかもと思いましたが、外国人観光客が多く全然関係ありませんでした。これが地上350メートルの展望デッキからの見晴らしです。富士山が見えるほどには空気は澄んでおらず、でも東京の街をつかむには十分でした。スカイツリーの周り、墨田区の北部は昔ながらの街路が残っているため道が入り組んでおり、南部は関東大震災や東京大空襲後に整備され、まっすぐな道が多い。上から見るとよくわかりますね。こちらは450メートルまで上がれる展望回廊。ぐるっと歩いて登っていくのですが、なかなかのスロープのきつさを感じます。スカイツリーの周りを少し歩きたいと思います。暑い。行きたいお店があるので頑張って歩きます。と、あれ？このマーク。これはもしかして日本橋の志士が抱えていた東京都の紋章では？歴史と都市の密接な関わりを感じます。こんな出会いがあると、ますます街歩きが楽しくなりますね。
まだまだ歩いていきます。行きながら振り返ると、ちょいちょい見えるスカイツリーが眩しいです。着きました。今日行ってみたかったところ、そしておすすめの一つ目です。猛暑の中、夫婦行った私もどうかと思いますが、お店の中、お客さんは私一人でした。中で何かいただけますかと聞くと、お団子をお持ちしますね。と、メニューなどはないようです。ついついゆっくりしてしまいました。美味しいお団子と静かな時間、ご褒美のようでした。お店は隅田川沿いで、この後はゆっくり川沿いを歩こうと思っていたのですが、なぜかバリケードが。こちら側は緑が美しい並木道、たまにスカイツリーが見えます。なのに川側には柵があり、川沿いの遊歩道にもアクセスできません。理由はこちらです。毎年7月末に行われる隅田川花火大会の会場の中心地がまさにこの辺りなのです。すでに準備は始まっており、自由に歩き回るには難しいタイミングでした。しばらく歩くと神社に行き当たりました。こちらには閉店した池袋三越にあったライオン像があるということなのですが、撮影 NG でしたのでお見せすることはできないのですが、しっかりライオン像を拝むことができました。お社の奥には並ぶ鳥居があり、通り抜けもできました。南に少し進むと、もう一つの神社の前に出ました。撫でると悪いところが良くなると言われる牛さんもいて、とっても静かな神社でした。隅田公園には池があり、ところどころ日陰の場所もあります。
が、基本的には炎天下です。無理せずに移動していきます。行ってみたいお店があります。私にとっては謎のお店。ずっと Google マップにブックマークがあり、何のお店だっけと思っていました。お菓子屋さんなのはわかるのですが、満を持して行ってみることにしました。スカイツリーが見える下町のおこし工場とのことですが、この豆板という字を見て思い出しました。以前いただいて美味しかったからお店を探してブックマークしました。ここだったか。黒蜜の豆板と豆手まりを買いました。お店の方も親切で楽しい買い物ができました。本当にひっきりなしにお客さんが来るのですよね。ぜひ寄っていただきたいお店です。ランチがまだだったのでカフェに向かいます。あまりの暑さにバスに乗ることにしました。なんと、いつもなら15時半までのランチなのに、この日はもう終わってしまったのだとか。よく映画やドラマの撮影で使われる定食屋さんの前を通りかかりました。やってる？やってないですね。完全にアイドルタイムと被りましたね。近くの両国駅に向かいます。駅なら何かしらあるでしょう。両国駅に着きました。もう何でもいいから食べさせて。こちらも多くのお店が休憩中でした。というわけで、駅にあるベックスコーヒーさんに入ります。今回は浅草のお隣スカイツリー界隈を歩きました。途中から暑すぎてグダグダになりましたが、動画で立ち寄ったこととい団子さんと豆板の中山製菓さんにはぜひ寄っていただきたいと思います。
見てくださってありがとうございます。今後も50代の街歩きや旅をお届けいたします。気に入っていただけたら、チャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。